はい、こんにちは、サウンです。今日は皆さんからのたまたまの質問があって、その質問について話すると思います。今日の質問は、サウンさんはどうやって日本語を勉強しましたかとか、僕を知っている人は日本語以外にもどうやって勉強したんですかとかの質問があって、その質問について話すると思います。僕は完璧じゃないんですけど、一応もう僕ができる言語は4個国語なんですけど、もう国語の韓国語と今使ってる日本語、それ以外も英語と中国語が今できます。もう韓国語がもう国語だから普通に喋れるし、日本語はなんかの資格はないんですけど、こうやって YouTube で日本語でやってるから皆さんが知ってると思います。英語も今は資格はないんですけど、前はいろいろテストとか受けたことがありますけど、一応今大学院生で博士課程で博士を目指して勉強している方で、論文書くときも読むときも全部英語なので、英語もできる人だと思います。そして中国語は前に中国に1ヶ月留学したことがあって、その時からの勉強して、今 HSK4 級を持っています。4級ならそんなに高くないと思いますけど、6級が最高なんですけど、それで一応僕が4カ国語は完璧じゃないけどできる人です。僕が思ったら、英語は小学生の時から学校で勉強してだから高校までだとしたら12年間勉強したので、特に勉強方法っていうのがないんですけど、僕の人生含めて言語勉強というのはこの基本のシステム以外は全部自分一人でやったので、独学なのでその独学のやり方教えると思います。僕が今日お話しするのは5個なんですけど、一番目が大事だと思います。その大事なことは、誰がどう言っても、誰がどう思っても、自分は大丈夫っていう自信感ですね。間違っても大丈夫って思う、その自信があるのが一番大事だと思います。その自信がないなら、いつも、それが正しいか。そう言って間違ったらどうするとかの思いで考えで頭いっぱいでドキドキしちゃうし、その最初の話をするのが本当に難しくなると思います。僕が一番自信がないのが英語なんですけど、英語がいつも受験とかの勉強でいつも完璧じゃないとダメとか、テストでいつも間違ったらそれはダメだと思って、受験生としての勉強をしたので、その英語はいつもそういう思いが考えが頭の中でいっぱいで、本当にうまく進まないです。最近で外国人と話しする機会があって英語で話したことはありますけど、その時も本当に頭で何回も考えて喋るくらいで本当にうまくなかったので、ちょっとその時も僕がそう感じました。なんか自信持って話するのが大事だと僕の頭でも思ったのに、どうやってそんなにうまくできなかったかとか思っています。逆に日本語は僕は3年前から独学で勉強したんですけど、普通に友達を作りたいっていう、そういう目的、その1個だけで勉強した言語なので、友達にどうしても伝われたらそれでいいって思ったのがあって、本当に楽な気持ちで、皆さんとこうやって話する感じで、勉強したので、そういう気持ちの状態がどんな状態かによって、その言語能力とか言語の自信感がなんかできると思います。だから一番本当に大事なことは、間違っても大丈夫っていう、そういう気持ち、そういう感情が一番大事だと思います。そして2番目は、興味をなくさないようにすることですね。それ1番目と同じなんですけど、1番目がちゃんとできなかったら2番目に進まないですね。間違ってもいいから誓うって言って、それでいろんな人に話しかけて、通じたら嬉しくて、その後からもっと頑張るのができますけど、興味がなくなったら、それをやろうと思っても
勉強をしない感じになるので、本当にそれをプレッシャーをなさずに、やらなきゃいけない、どうしようじゃなくて、今日はちょっとやりたくないからやめるじゃなくて、やりたくないから今日はちょっと休憩とか、今日はここまでやったから一応休憩とか、その休憩をちょっと中に入れて、その興味が下がらないようにするのが人生からずっと勉強することになると思います。興味がなかったら本当に言語勉強をするとしても、どんな目的があってもちゃんと進まないし、一応興味がない、その2番目は、そういう興味をなくさないように頑張ることだと思います。そして3番目。3番目は、なるべきいっぱい使うことなんです。例えば、それは僕が中国に、行った時の経験なんですけど、1ヶ月中国の留学団でしたけど、その時本当にゼロから始まったので、何も喋れないし、読めないし、聞き取れなかったんです。でも、挨拶からの始めて、道を聞くこととか、物が何ですかとか聞くことを、一個習った時から、絶対3回以上使ってみよう、他の人に。と思って、挨拶、こんにちはを習ったとしたら、皆さんに、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんな感じで、口からの出すことを、本当に頑張って、喋ってみました。自慢になるかもしれないんですけど、本当に初心者のクラスの中で僕が一番上手くなった理由が、僕は授業を受けて、その休憩時間に先生に絶対もう一回話しかけて、なるべき会話をできるようにしてたから、中国能力試験 HSK の本当初心者の2級を取った時、すべての問題から1個だけ間違ってたから、僕は本当にそういう方法で頑張ったねと思ったことがあります。他の話で僕がその中国にいた時、同じっていう単語を学べた時、それを絶対どこで使ってみようかなと思って、いつもお昼を食べに行くお店、チャーハンの屋さんなんですけど、そのチャーハンの屋さんで、毎日同じものを食べたことがあって、店長さんに昨日と同じものお願いしますって中国語で同じっていう単語を入れて話をしたら、本当に昨日と同じチャーハンが出て、すごく嬉しかった、そういう記憶があります。だから、どんなに頑張って覚えて勉強しても、使う機会を作らないと、本当に進まない気がしています。次4番目は、それは皆さんが僕のそういう意見間違っているかもしれないって思うかもしれないんですけど、僕は翻訳機を使うことを恥ずかしく思わないでくださいって言いたいです。僕が高校の時とかの英語の先生とかもいつも翻訳機は勉強にならないから使わないでっていっぱい言われていましたけど、僕はそういう翻訳機っていうものが本当に勉強になると思います。例えば誰かとのメッセージとかネットで見たニュースとか、そういう外国語のそういうことを僕が見ても読んでも理解できないときは、辞書で一個調べる方法ももちろんいいと思いますけど、翻訳機で調べて、その文章自体を覚えるのが僕はいいと思います。はじめまして、僕は誰だと申しますっていう文章を翻訳機に入れて、それはそういう意味だ。理解して、その後そういう文章自体を僕は覚えてたから、そういう文章自体を覚えたら、そのまま文法も自然にできるし、単語を辞書で調べることよりも自然な言語をすることになると僕は思っているので、翻訳機を使うことが絶対悪くはないと思います。そして、逆にもう一個の翻訳機を使い方は、作問をしたとき、どうやってこれ作問したらいいかわかんない時があって、例えば、アニメのセリフなんですけど、俺は海賊王になるっていう文章を書きたい
と思った時、一応文法に合うかどうかわかんないそういう時にパパゴとか、Google とかに日本語で設定して訳するのが韓国語にして日本語で俺は海賊王になる書きます。その後翻訳されたことを韓国語でそれが正しいかどうかを確認する方法で勉強しています。だから、いつも先生がそばにいたらそれが正しいかどうか確認するのがもっと楽だし、ネイティブだから綺麗に直されると思いますけど、それができない僕みたいに独学する人なら、パパ語に作文した文章を入れて、そういう結果が韓国語で綺麗になるかどうかを、皆さんは日本の方だったら日本語に訳して日本語に綺麗になるかどうかを見て確認することになるから、そういう方法で翻訳機を使うことも僕はいいと思います。そして最後の5番目は、聞くのを難しく考えない方がいいと思います。例えば、それはもうどんな勉強にも、合う話なんですけど、言語を勉強のとしてそれを言ったら、他の人と話をするときに、本当に知らない単語が聞いたとき、その単語がどういう意味か本当にわからないときは、その時スマホを見て、辞書を調べたらそれがもちろん理解が早いと思いますけど、会話をするときはそういう暇があんまり出ないから、その時はその相手に、すいません、その単語わかんないから、どういう意味かちょっと説明してもらってもいいんですかとか、そういう質問をすることを恥ずかしいと思わない方が言語勉強のとして、うまくなる方法じゃないかなと思います。その相手は絶対自分のことが外国人なのを知ってるし、絶対皆さんはそういう知らない単語が聞いてもわからないふりにして会話を進むことじゃなくて、その時すぐ、これはどういう意味ですかとか、そういう単語の意味わかんないんですけど、もう一回説明してもらってもいいんですかとか、聞く方が絶対いいと思います。そういうここ勉強するとき活用したらいいと思います。言語の勉強って本当にいろんな方法があるし、人によって方法が違うけど、一応僕が今も勉強している方法、ここを皆さんに紹介してみました。そういう勉強法が今も上手くない僕の外国語の能力なんですけど、そういう方法が皆さんにちょっと役になったら嬉しいなと思います。ぜひそういう方法で皆さんも勉強して、前よりは上手くなったらコメント欄に僕に教えてくれたら、僕ももっと頑張って勉強して他の情報とか皆さんにもっと面白い動画を作るために、頑張ると思います。なら今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムもやっていますので、インスタグラムもフォローしてもらったら本当に嬉しいと思います。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。